I am a transgendered woman. I go by she, her, they, them pronouns. And I can tell you right now, my period I experience every month is very real, very valid, and very painful. What drives me nuts as a full-born, grown-ass woman with a goddamn uterus? Those people who are transitioning, the guys who transition to girls and say they get their periods or say they can get pregnant. I'm f***ing sorry, what? I identify as a girl, therefore, I get my period, and I can get pregnant. No, you f***ing can't! 通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、VTuber からの話題になります。今回、とある VTuber が自身の発言から、この VTuber 界隈や提携先の企業からキャンセルされてしまったというんですね。しかし、この話はただのキャンセル騒動では終わりませんでした。なんとこの VTuber、現在ですね、そのフォロワーをもりもり増やしているということで、一体彼女はどんな発言をしたのか、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、今回、一人の VTuber が、その過激と言われている発言から、自身の提携先の企業からキャンセルされてしまいました。そしてこの騒ぎを聞きつけた、おそらく今日皆さんもその一人になるとは思いますが、彼女を知らなかった人たちがここに集まりまして、一体どんな発言をしたんだと聞いてみると、むしろ彼女は正論を言っているじゃないかということで、現在逆に人気が出てしまい、彼女をキャンセルした界隈や企業が逆に炎上してしまっているというんですね。これに関しましてはですね、以前こちらの動画でお伝えいたしました WNBA 騒動、これにそっくりな構図となっていて、これがね、もうほんと全く別の業界で同時多発的に起きるというのは何かの縁じゃないかということで、本日ね、これ詳しく見ていきたいと思います。で、本題に入る前にですね、皆さんにお願いがございまして、このチャンネルね、もしかしたら YouTube 全体で起きているのかもしれませんが、以前からね、チャンネル登録していたのに勝手に外れてしまった、こんな方から結構ご報告いただいておりまして、今一度ですね、この機会にチャンネル登録できているかどうかご確認をいただけたらと思います。このチャンネルですね、ほぼ毎日投稿しているものですから、結構ね、外れていても気づかなかったりもするんですが、この機会にね、ぜひもう一度ご確認いただけたらと思います。そしてまだチャンネル登録していないという方いらっしゃいましたら、その方もね、ぜひこの機会に検討してみてください。ということで本題に入っていきますが、事の発端はね、こちらのポストでした。文字通り、この動画を見ていて吐き気がした。気持ち悪い。自分が公の場で揉め事に関わる日が来るなんて思ってもみなかったけど、かつてこの人を友人と呼んでいたことを考えると、本当に吐きそうになる。注意喚起として共有する価値があると思いました。ということで、こちらね、キャットさんというんですかね。VTuber ということですね。この彼女が、この人はかつての自分の友達だったんだけど、こんな人だったんだと。あまりにもひどい人物じゃないか。ということで、これをシェアしているわけですね。じゃあこれがね、どういった内容なのかというと、この動画はですね、この VTuber の元の動画ではありません。この彼女を糾弾するために、約11分の動画にこの配信を切り抜いた、切り抜き動画です。そしてね、このタイトル見ますと、この発言内容、おおよそわかるんじゃないかなと思います。もうちょっとね、前半に関しては読めませんが、VTuber ユキワルがトランスフォビックな暴言を吐く。ということで、この彼女のね、過激な発言内容とされているものは、トランスに関する発言だったんですね。で、今回ね、この彼女が一体何を言ったのかと言いますと、まず女性としてトランス女性が生理があるとか妊娠できる、こういった主張をするというのは許せないと。そしてね、自分だって昔はボーイッシュでね、男の子になりたいと思っていたんだと。だからもし今の世の中のようにトランスジェンダーについて教わるような環境で育っていたら、性別移行して後悔していたかもしれないと。だから子供にそういった教育をするのは良くないんじゃないか。LGB までは理解することはできるけど、なぜプラスの部分が必要なのか。自分は同性愛については何とも思わないし、ゲイの友人もたくさんいる。ノンバイナリーでも構わない。ただトランスのね、こういった部分に関しては理解ができないと言っているんですね。ただどうですか、これね、彼女の口調はね、こういったキャラクターなのかもしれませんが、非常に口汚いんですね。F ワードを交えまして、かなり強い口調で言っていることは言っているんですが、内容どうですか？これ別にね、おかしなこと言ってないんですよね。というのも、特にアメリカに関しては、こういった議論というのはね、散々繰り返されているわけですよ。何にも彼女が特別なことを言ったわけじゃないんです。このトランスジェンダー女性の生理の有無に関しては、X でもね、よく持ち上がるトピックとなっておりまして、トランスジェンダー女性がね、生理に苦しむ姿っていうのを自撮りして、それをネットに上げるんですね。で、その自分にも生理が来たっていうのを喜んでいたりね、あとまじまじとね、自分には生理があるんだと語る動画というのもたくさんあるんですよ。
で、比較的ね、新しいところで言いますと、こちらですね。ものすごいタイトルがついておりますが、先月の出来事です。メイン州、民主党上院候補のトランスジェンダー、直腸から毎月生理が来ると主張。ということで、ここではね、何が起きたかと言いますと、この人物ですね。この人ね、アシュリー・ウェブという人物なんですが、民主党の候補が一人、過去のね、ガールフレンドに対しての暴行のスキャンダルで、選挙出れなくなってしまうんですね。そして急遽、大体の候補者を立てなきゃいけなくなってしまった。そこで出てきたのがこの人物で、この方はトランスジェンダーなんですが、自分にはね、生理がある。この方ね、検査も受けておりまして、例えば DSD とかでね、女性の器官を持っているということもないというのが分かっているんですが、自分には生理もあるし、排卵もしているという持論を展開していたんですね。そして生理が来た時にね、そういった器官がありませんので、別のね、その部分から出血するんだと、こんなことを言っておりまして、候補指名大会に参加するためには、500のね、署名が必要なんですが、結局それを集めることができず、脱落することになりました。で、こちら X では、こちらもそうですね。この人も自身ね、生理があると訴えている。で、この下にね、行きますと、はい、出てきましたね。このように、この彼女はね、こういった主張に対して女性を馬鹿にするのもいい加減にしろと訴えているわけですね。で、このトランスジェンダー女性のこの腹部の痛み等は、これに関してはね、あってもおかしくないんじゃないかなと思います。その移行に関連した副作用だとか、あとホルモン投与ですね。これにより腹部が痛む。場合によっては出血する。こういうこともあるのかもしれません。ただ、それって、生理ではないでしょ。ましてや妊娠するなんてこともないわけですよ。少なくとも現在の医学ではそうですよね。だからこれを生理だと言ってね、場合によっては私にも生理が来たと言ってね、それを若干喜んでいてネットに上げたり、本来であればこれに対してね、フェミニスト界隈だとか女性怒らないといけないんじゃないかなと思うんですが、今回ね、こちらワイフウェアーズという、VTuber 関連のね、グッズを販売している企業になるんですが、このね、ゆきわるさん自身のグッズ、これタンブラーですかね、ここで販売していたんですよ。その売れ行きかなり好調だったと言われているようですが、なんとですね、このワイフウェアーズ、こちらキャンセルしてしまうんですね。コレクションはありませんと。これ URL ね、ちゃんとゆきわるさんになってるので、これ彼女のページです。全部削除されるんですよ。そしてこちらすでに消されてしまっているので、こちらね、おなじみレブさん。この件に関しては、このね、レブさんが追っておりまして、2本ほどね、動画出しています。これ概要欄貼っておきますので、ちょっとね、英語にはなってしまうんですが、興味ある方はぜひご覧になってください。この動画見た後だったらね、およそ概要わかるんじゃないかなと思います。で、このレブさんがね、スクショ残してくれてまして、これがね、そのワイフウェアーズの声明ですね。なんて月曜日の始まりでしょうか。改めて言っておきますが、私たちは AI アートの使用を支持していませんし、トランスフォビアも支持していません。ね、誰のこと言ってるかおよそわかるんじゃないかなと思います。そしてそれに対してこれね、元のポストが、ワイフウェアーズの先ほどのポストですね。ここに対してね、また VTuber です。こんなことを言うんですよ。迅速に対応し、すでに声明まで出してくれたワイフウェアーズに感謝します。小規模な企業は、小規模ストリーマーを支える屋台骨であり、自社のイメージを損なうような人物との関係を速やかに断つのは間違いなく正しい判断です。ということで、この界隈の VTuber、ここに加わりまして、ゆきわる氏のキャンセルのキャンペーンに加わっていくんですね。なんですが、こちらのね、ポストを見てもわかりますが、ほんとね、最初の数件です。ここだけね、この辺りまでは賛同を得られていないわけでもないんですが、これね、風向きが変わってきてしまうんですね。相手が自分と同じ意見を持っている間しか続かない友情なら、そもそも最初から友達じゃなかったんだよ。ただ上辺だけの偽物だ。真実を口にしただけで、その人との関係を断つなら、そもそも最初から友人ではなかったということだ。この下もそうです。彼女はただ真実を言っているだけだ。男性が女性にとって変わろうとしていることについて、フェミニストたちはどう思っているんだ。お前たちにとって都合が悪いから、これも隠すんだろう。この下もそうですよ。これね、彼女の発言のどこが間違っていたのか説明してくれ。トランス女性は子供を産むことができない。生理に必要な身体器官がないため、生理も起こらない。たとえ腹痛や気分の変化など、生理に伴うホルモンの影響に似たものを感じたとしても、剥がれ落ちる子宮内膜がない。私にも LGBT の友人や知人がいる。誰を愛するか、自分のジェンダーが何であるかなんて、日常会話ではほとんど意味を持たない。ストレートだ、ゲイだ、トランスだなんて、そんなことを頻繁に話すのだろうか。私はゆきわるをフォローするよ。彼女が自分の意見を述べたことに何か問題があったとは思わない。でね、この下もそうですよ。動画を見たけど嘘が見当たらない。ということで、この人ね、ずっとどこまで見てもそうなんですが、実際ね、その動画見てみたけど、彼女正論を言ってるだけじゃないかと、このようになっていくんですね。おっと、ストライス&エフェクトだ。誰かが単に事実を述べただけなのに、その人の人格や評判を潰そうとするのはやめろ。どうやらその人はあなたにとって都合のいい存在だった時だけ友人だったみたいだな。ということで、ちょうどね、ここでいいワード出てきましたので、こちらね、ストライス&エフェクト、本日のキーワードとして見ていきたいと思います。まさにこれなんでね。ストライス&効果とは、情報を隠したり、削除したり、検閲したりしようとした結果、意図に反してその情報がかえって広く知られるようになる現象のこと。ということで、こちらね、ストライス&エフェクトというのは、日本語で言うところの消すと増えるというやつです。
これはね、こちらに見えておりますが、バーブラ・ストライサンドの名前から来ておりまして、2003年に彼女の自宅が写り込んだ航空写真をネットから削除させようとして、この写真家をね、訴えたんですよ。なんですが、この写真というのは、ほとんど誰も見ていませんでした。なんですが、これを訴えてしまったがために、この写真を見るために、世界中から大量の人が押し寄せたんですね。つまり、隠そうとすることで、逆に世界に広まってしまう。相手を貶めようとすることで、逆に人気が出てしまう。これをストライサンド効果と呼ぶようになりました。つまり今回のこの一件というのは、まさにこのストライサンド効果で、この元の投稿主というのは、雪悪しをね、悪く言おうとした。なんだけど、そこに人が集まって、内容を精査した結果、逆に雪悪しへの支持が集まってしまった。このように言われているんですね。で、実際ね、このリップを見ましても、そのような状況になっています。そして彼女をキャンセルしたこちら、ワイフウェアーズ。ここね、見えております。はい、見てください。これを受けてめちゃくちゃ炎上してしまったんですね。現在、鍵垢にして逃げてしまっていると。その一方ですよ。こちらね、同じくキャットさん。なんでこれで支持が集まると思ってるのかよくわかりませんが、このね、雪悪しとのやりとりのスクショというのを掲載しておりまして、これがね、すごいんですよ。ここね、雪悪し。そのサムネは釣りだけど、私は言いたいことを言ったんだ。私は何も間違えたことは言っていない。自分の意見を言い、炎上している。ということで皆さん、もののふがいました。私はね、炎上してるかもしれないけど、何も間違えたことは言ってないと。これですよ。一歩も引かなかったんですね。つまりこのキャット氏は、これを見せることでさらにこの彼女を炎上すると思ったんでしょうね。なんですが逆にですね、この雪悪し、ストライサンド効果によって、どんどん支持を集めていくことになります。ここ雪悪しいますね。ここにいられて本当に嬉しい。かかってこいと。皆さん、もののふがいます。雪割れを攻撃した界隈の状況、とんでもないことになっている。雪割れのフォロワーは数百人程度だったのに、1万2000人まで増えた。彼女も喜んでいるし、それを見れて嬉しい。どうやら大多数の人たちは、あの集団のことを好んでいないようだ。つまり雪割るは、妄想に基づいていない普通の意見を持っているっていうことか。最高だな。こちらね、さっきのキャットさんのね、この投稿を引用いたしまして、まだ自分の思い通りの展開になってないことに驚いているのか、お前が文句を言って、彼女をキャンセルしようとし始めてから、雪割りの登録者は8000人以上増えた。みんなお前みたいなのにうんざりしてるんだよ。取り返しのつかない選択によって、子供たちの将来を傷つけるような今の時代より、前に生まれ育ったことを彼女は本当に幸運に思っているんだ。なぜ基本的な生物学を否定するんだ。そういう存在でありながら、基本的な生物学も受け入れることはできるだろう。むしろ事実について自分自身を欺くのは良くない。雪割れがこういったのを聞いてこんな反応するくらいなら、そもそも最初から彼女の友人なんかじゃなかったんだ。もっとまともに生きろ。つまり一部のトランス女性が生理があると演じていることを指摘しただけで雪割れをキャンセルしようとしているのか。そのままズバッと言ってやれ。周りの雑音なんか無視するんだ。ということで今回に関しましてはですね、もう見事なストライサンド効果により多くの人がね、雪割れという人物を知り、フォロワーがどんどん増えていくと。こういった状況になっているんですね。そしてね、その後こちらになるんですが、こちらこのね、千光という人物ですね。この人は、雪割氏にね、モデルを提供した人物です。彼女はこの人からモデルを購入してるんですね。すると、この人ですね、この雪割氏から自分のモデルを取り返そうということで、ブルースカイでいろいろ画策しているということで、今回雪割氏、今ね、その通知を実際に受けたと言っておりまして、弁護士を立てざるを得なくなってしまったということのようです。はい、ということで本日はですね、現在、一人の VTuber が、その発言内容から界隈や提携先の企業からキャンセルを受け、その結果、多くのフォロワーを獲得しているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。まあ構図としてはね、WNBA の状況にめちゃくちゃ似てませんか。まるでね、この雪割さん、ソフィー・カニンガムのようですが、この発言によりね、身内からキャンセルを受けるものの、これにより多くの人から注目を受け、逆にこの界隈が炎上していくというね。で、先ほどのアーティストが彼女からね、モデルを取り上げるために、ブルースカイでね、いろいろ動いているということなんですが、実際このあたりね、何か進展があるようでしたら、続報もお伝えできるんじゃないかなと思います。で、これね、うちの動画の全般の話にはなるんですが、よく動画内でね、過去の関連動画をこんな感じで出すじゃないですか。で、このリンクをね、貼ってくださいっていう方結構いらっしゃるんですが、これらの動画はすべてね、概要欄に貼ってあります。で、これね、だいぶ前にはなるんですが、YouTube ね、仕様が変わりまして、ここね、概要欄があるでしょ。このね、ずっと下に収納されてるんですよ。これね、ずっと下です。ここ、ほら、こんな感じでね、ずっと下に行くと、ここにようやく出てきます。ここから飛ぶことができますので、これね、気づいてない方も多いんじゃないかなと思いますが、関連動画、ここから飛ぶことができますので、ぜひ活用してみてください。で、今回もね、これに関連する動画、ここ収納されてると思いますので、ぜひね、お時間のある時にご覧になってください。そして、再度になりますが、チャンネル登録まだという方、もしくは、チャンネル登録したはずだと思ってる方、再度ね、ご確認をいただけたらと思います。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。